はようございます。たかしです。本日は9月26日木曜日、ただいま10時4分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしですね。ここのところポンド円ずーっと強い上昇で上げてきております。そして直近のこの高値ですね。ここを上抜けられるかどうかっていうところに今注目。昨日も陽線ではあるんですが、比較的上値が重いんですね。ここのところを見ていると、上髭なんかも出しておりますよね。で、昨日は上昇はしてきてますが、この高値がまだ超えられておりませんので、ここを超えてこれるかどうかです。ここが 193.5 付近なので 193.5 を上抜けるとここからは上昇トレンドに入っていきますよって話を昨日お話ししていたと思いますが、今まさにそこを抜けられるかどうかというところに注目です。ただ日足ストキャスティクスは高値圏ですので、こういう上昇ではなくってここからのこういうダブルトップからの下落ということも考えられますので、現在はその高値圏にありますので、ここからどう動くかっていうところに注目です。では4時間足です。4時間足、先ほど言っていた高値がここですね。この高値を超えてこれるかどうかっていうところに注目。昨日も一昨日もそうなんですが、上がって下がっての一手こいになってます。今ここダブルトップみたいな形になってますよね。そうするとここからの下落がイメージできますので、本日上昇方向に今ちょっと動き始めてますが、ダブルトップからの下落の可能性も考えておいてください。そして GMMA の青帯は上向きですので、基本は上昇トレンド中なんですね。で、ここから下落してもまだ GMMA の青帯付近からの反発上昇ということが考えられますので、まずは一旦の下落を待って GMMA の青帯付近でサポートされるかどうかを見ておく。サポートされればそこからの反発の上昇、この上昇トレンドに乗っていけばいいんですが、先ほど日足でもダブルトップって言いましたよね。ということは GMMA の青帯を下抜けてくると、これ大きな下落につながる可能性があるので、そこはご注意ください。現在大枠ではここ白の水平線とオレンジの水平線の間でこれレンジになっておりますので、このレンジの中でのトレード、そして抜けた方についていくという考え方です。では1時間足です。先ほど言ったこの白い水平線とオレンジの水平線がここですね。高値が 193.5 付近、そして安値が192円付近のこの間での今動きになっております。ざっくりとなんですが、ですので昨日のこの安値とかこの高値とかこのあたりを意識しておくといいですね。そして現在はその中途半端なところにありますので、どちらに動くかが分かりにくい。なのでこのレンジ上限、そしてレンジ下限に引き付けてトレードをしていくっていう考え方です。もちろん今 GMMA の青帯上向きで上昇トレンド中です。上昇トレンドですよね。ですのでこのままここから反発上昇するということも考えられますが、今のところこのレンジの中で動いておりますので、これをどちらに抜けるのかっていうところを見ておくといいと思いますので、まずはレンジの中での動き、そして抜けた方についていくという考え方。ということはレンジで動いているのであれば、この上限下限まで引き付けるという考え方になりますので、この上限下限にアラートを仕掛けておいて、そこのアラートの通知が来ればそこでエントリーを検討するっていう、そういう考え方を持っておくと無駄なトレードが減らせますので、トレーディングビューではアラート簡単に設定できますので、まだご利用でない方、そして使いやすいチャートツールをお探しの方は、ぜひトレーディングビュー無料登録してみてください。概要欄に URL を貼っておきます。では次はドル円です。ドル円は現在この辺りでもみ合いになってますよね。現在のところこういう下落トレンドを作ってきておりまして、GMMA の青帯にも接触、ストキャスティクスも高値圏、ここから大きく下落していくのかどうかっていうところを見ております。もちろんこれ上抜けてくる可能性もありますので、この GMMA の青帯を上抜けてこれるとここからの上昇が考えられるんですが、今はちょうどその反発ゾーンにありますので、ここから下落するのか上抜けるのかっていうのを今迷っている。だからレンジになっているんですね。ストキャスティクスは高値圏にありますので、このまま上昇していく場合も一度深押ししてからの上昇という、こういう動き方もイメージしておいてください。もちろんここからズドンと下落する可能性もあるし、ここから上昇していく可能性もあるんですが、一旦日足の GMMA でこれしばらくずっと上髭出してますよね、この辺。ということは一度下押ししてからの上昇という考え方もできますので、その辺の動き、テクニカル的にはここから下落してもおかしくないところにあるので、その辺も考慮する必要があります。では4時間足です。先
先ほど言っていたこの日足の高値圏ですね。ちょうど GMMA の日足の GMMA がここにありますので、その辺付近で現在揉み合っているところ、ここを抜けられるかどうか、このレンジですよね。今のこのレンジを上抜けするのか下抜けするのか、そして現在はそのレンジ上限にありますので、そこはご注意ください。この上限からの下落っていうところも考えられますので、今レンジ加減がこのあたりですよね。143円ぐらい。そして昨日の高値がレンジ上限ですので、この中での動きなので、今レンジ上限にあるってことは、当然ここからレンジ加減を目指して下落してくる可能性は十分あります。そして4時間足もストキャスティクス高値圏ですよね。先ほど日足も高値圏、4時間足も高値圏。そう考えると、やはり本日は下落方向を見ておくのがいいのかなと。もちろんこれレンジを上抜けてくると、146円付近を目指して上昇していく可能性があるんですが、その前に145円という切り板がすぐ上にありますので、例えばそこを達成後の下落みたいなことも考えておくといいと思います。では1時間足です。1時間足もだいたいこの赤い水平線、直近の高値付近が意識されてますね。これ昨日はこの一昨日の高値、このあたりが意識されているのがわかりますので、やはりこの中でのレンジですよね。この辺に水平線、今引いている水平線と別に昨日の高値とか安値にも引いておいて、このあたりを抜けてくるかどうかっていうところを見ておくといいと思います。基本的に今までの動きずっとこれレンジの中で、上限下限を少し抜けているところはあるんですが、レンジの中で動いておりますので、そして現在はレンジ1を上抜けておりますので、ここから上昇していく可能性もあるんですが、抜け方がちょっと微妙ですので、もしかすると一度下押ししてからの上昇になってくるのか、そしてこのレンジの中に戻してくると再びレンジ加減を目指してくる可能性もありますので、基本は4時間足が上昇トレンド中ですので、下がったところから買っていくという押し目買いでいいと思いますが、比較的深めの押しをつけてくる、今までのこういう動きを見ていると、上昇後に深めの押しをつけるっていうことも多くありますので、その辺はご注意ください。1時間足もストキャスティクスは高値圏ですので、もちろんここから今上線が出てきてますので、このまま上昇していく可能性があるんですが、1時間、4時間、日足と全部ストキャスティクスが高値圏のこの状態でロングでついていくのはちょっと危険かと思いますので、一度1時間足のストキャスティクスがしっかり下げてくるのを待ってから次の上昇に乗っていくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。